はいどうも、ビバです。ビバなんですが、またこの水槽でやらかしました。ここで問題です。ビバアクアさんは何をやらかしたのでしょうか。1、ヒーター故障でお魚全滅。2、いつの間にやら稚魚爆誕。3、またもや水草苔まみれ。どれもありそうだけど、皆さんはどれだと思いますか？何をやらかしたかというと、熱帯魚の自然繁殖。この60センチロータイプ水槽では、レモンテトラだけを飼育しています。ラムズホーンはカウントしないでください。あと、ミナミヌマエビもちょこっと入っています。この水槽で今回、レモンテトラの稚魚を発見したんですが、実は半年前の5月16日、同じようにレモンテトラの稚魚を発見していました。今となっては成長してしまって、この大人たちの中に1匹だけ若い個体がいるはずなんですが、ちょっと見分けはつかないですね。正直レモンテトラだけで導入時は20匹いて、さすがに20匹もいればオスとメスうまい具合に分かれて入ってたんですね。そしてこの水槽はミクロソリウムとアヌビアスナナが大量に入っていて、隠れ家もたくさん。しかもビバアクアの性格上全然メンテナンスをしないので、人の手が加わることなく落ち着いた環境を維持できるっていうことで、レモンテトラ勝手に繁殖してるんだと思います。ただ今回の稚魚発見は前回とちょっと違います。今ここに映ってるのがレモンテトラの稚魚。いや、可愛いですね。ヒレを目いっぱい広げて自分を大きく見せているのか、それでも大人と比べると全然ちっちゃいんですけど、今回発見したのはこの稚魚1匹だけではなくて、実は複数匹その姿を確認しています。とはいえ今カメラに映せるのはこの1匹だけ。他はどこかに隠れているようなんですが、果たして今回は何匹成長しているのか、とっても気になっています。そこでなんですが、今回は急遽水槽の水草全部抜くっていうことで、この水槽に入っているアヌビアスナナとミクロソリウム全部取り出して、何匹の稚魚が成長しているのかをチェックしてみたいと思います。やってることは半年前の動画とほとんど同じなんですけど、どうしても何匹稚魚がいるのか気になるので、早速作業をやってみたいと思います。では水草を取り出していきます。全部流木に活着させている水草なので、水槽から取り出してこのバケツの中に一旦保存をします。見てください。なかなかの立派なミクロソリウム。せーの、よっ。うわ、意外とでかっ。結構頻繁に水上に出ちゃうので、枯れてるところもあるんですけど、手のひらよりも断然でかいですね。ミクロソリウムは本当に便利な水草。流木とかに活着させると移動も楽々。初心者さんにもおすすめしたい水草です。ちなみにこれはミクロソリウムトライデントですね。さあ続きまして、これはちょっと小さめのミクロソリウム。これは石にくっつけてあるやつですね。小型水槽で使ってたミクロソリウムだと思います。そしてここにあるのが、これはアマゾンソードの鉢植え。セリアで売ってる鉢なんですけど、そこに穴が開いてなくって、しかも表面が石みたいでとってもおしゃれチックな植木鉢。これの中にソイルを入れてアマゾンソードを植えています。こういった植木鉢スタイルにすると、ベアタンク水槽とかでソイルに植えるタイプの水草も導入することができます。そしてこちらはちょっと大きめのミクロソリウム。そればっかりだな。ミクロソリウムばっかりなんですけど、これもでかいですね。最初に取り出したやつと同じぐらいのサイズまで成長しています。せーの、よっ。最後にこのアヌビアスナナプチをつけている巨大流木。これは3本ぐらいの流木を一つに合体させて作った巨大な流木なんですけど、これもアヌビアスナナプチを放置しまくった結果、想定外の形にアヌビアスナナプチが増えています。これもバケツの中に移動。はい、こんな感じでミクロソリウム大量、アヌビアスナナプチ大量。今の季節乾燥気味なので、作業中はラップをかけて保湿したいと思います。あとこれですね。こちらは、うわー、やばい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 。こちらはジェックスさんのグラステリアフィットロータイプの
ショートヘアグラス植栽水槽。水槽の中に水槽を入れるというなかなかワイルドなスタイルなんですけど、爆増してるわけじゃないですけど、のんびり増えてる感じ。なぜかパールグラスも生えている。ちょっと意外といた。全部で4匹の稚魚がいました。本当はじっくりカウント風景も撮影したかったんですけど、ちょうど4匹固まってるので、これでカウント終了です。いや、ちっちゃいですね。ちびっこレモンテトラが4匹。なんかやたらお腹いっぱいな子がいるけど、何を食べてたんだ。前回半年前は1匹しか成長しなかったというか、前回も同じように水草全部抜いて確認したところ1匹しかいなかったんですが、今回は4匹、しかも1センチぐらいまで成長してるので、捕食されたりする心配はない。これはこのまま大人たちに混じって餌を食べるはずなので、この4匹は確実に成長してくれそうですね。そして大人のレモンテトラは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,3,4,5,6 匹ですね。なので大人16、子供4、合計で20匹のレモンテトラがこの水槽の中で生きています。ちょうど導入した時と同じ匹数になりましたね。あとこの水槽にいるミナミヌマエビ、ちょうど今来てくれましたね。ミナミヌマエビが5、6匹入ってるんですけど、ホーランエビが4匹ぐらいいます。これもチエビが孵化したら苔取り要因とか魚たちの餌、ちょっと残酷ですけど、魚たちの貴重なタンパク源としてこの水槽内で命をつないでいくんじゃないかなと思います。あとオトシンネグロが2匹入ってるんですけど、この個体は結構お腹がでっかくて、っていうか体格がでかくてメスな感じがするんですけど、本当はオトシンネグロも増えて欲しかったところ、ただ2匹しかいないからこの水槽ではちょっと難しそうですね。他の水槽に引っ越せば引っ越し先で繁殖するかもしれない。ちょっとこれはいずれ検討しよう。すげえ食ってる。すげえ食ってるな。さあでは積もり積もったおでいたちをプロホースで吸い出していきます。稚魚もだいぶ大きいので吸い込んじゃう心配はないと思います。オッケーオッケー、だいぶ綺麗になりました。ラムズホーンの数がすごいですね。さあでは水草を戻していきます。よいしょ。若干レイアウトを変えつついい感じに。ちょっとこれがでかすぎるんだよな。なんとかしたいところだけど、よし、これでいいかな。あとは水を戻して完成。というわけで今回はこちらの60センチロータイプ水槽のレモンテトラ、いつの間にか稚魚が誕生していたという動画でした。ちょうど半年前の稚魚発見時は生存したのは稚魚1匹という結果だったんですが、今回の生存している稚魚は4匹、体長はすでに1センチ近くなっているので、このまま無事に成長してくれたらなと思います。ただ一つ気になることがあります。毎週土曜日にやってるライブ配信でも話題に出たんですが、水槽内の同じ個体たちで交配が進んでいくと、インブリード、近親交配になってしまって奇形が生まれやすくなるんじゃないかという懸念。犬とか猫とか競走馬とか、このインブリード、アウトブリード詳しい方いると思うんですが、やっぱり魚も近親交配進んじゃうとまずいんでしょうか。実はこの水槽のレモンテトラもお迎えした当時から尾びれがちょっと変な子がいます。ちょうどこの子ですね。尾びれが二股に分かれてるんじゃなくて、なんか一本にまとまってしまってるちょっと奇形の子がいます。ただかなりやんちゃな子で、他の個体に
負けることなくというか全く同じように生活してるんですけど、あんまり同じ水槽内の個体で世代交代進んでいくとちょっと奇形の心配があります。たまにショップさんとかからレモンテトラお迎えして新しい血を入れる必要はあるかもしれません。とりあえずはこの4匹の稚魚無事に成長してくれることを祈りつつ、この水槽の維持管理をしていきたいと思います。維持管理って言ってもほとんど放置なんですけど、やっぱこの子お腹いっぱいですね。やっぱり全然メンテナンスしてないから微生物とか湧きまくってるのかな。元気なのは何より、ブラインシュリンプとか沸かさなくていいので手間がかからないのは助かりますね。というわけで今回の動画は以上です。今後もこの水槽経過報告はしていきたいと思ってますので、もしよければチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。半年前の稚魚発見時の動画も下の動画説明欄にリンク載せておきますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。